GoPro の調子はどうですか？今日初使用です。どうも、熊五郎兄さんです。本日はこちら。じゃん！ヤマハの AG03 オーディオインターフェースですね。そう、この間生配信やった時に音量が小さかったり、ノイズの問題とかがあって、結構聞きづらい状態だったんですね。で、その聞きづらいっていうのも、後から見直した時にわかるっていうね、最悪の状況だったんですけど、もうそんなんだったらね、買っちまおうっていうことで、今回購入しました。せっかくのオーディオインターフェースなんで、こういう普段の撮影でも使ってあげたいなと思って、カメラ2台あるんですけどね。いつもはこのソニーのやつ、これをつなぎ替えて使ってるんですけど、こいつを使ってうまくできないかなと思ってます。とりあえずソニーのワイヤレスマイク使ってますけど、RKG のコンデンサーマイクももう用意してあるんで、今度そのテストもやってみたいなと思ってます。これコンデンサーマイク対応してるんでね。はい、ということで、とりあえず開封していきましょう。はい、じゃあまず開封していきましょう。なんだこれは。マニュアル？すげえな。それぞれの言語のマニュアルが入ってる。なんかちょうどいい大きさだね。USB ケーブル。そんだけだね。本体と説明書と USB ケーブルが入ってました。結構ずっしりだよ。結構厚みもありますね。ここが入力1番。で、これが入力2番。ライン入力3番っていうのもあるけど、どうなんだろうね。基本的にはマイクとギターとか、マイクとキーボードとか、そんな感じなのかな。2チャンネル入力。でマイクのゲインをここで設定して、実際に配信するときのボリュームがこれですか。感触は普通だね。高級感もなく、安っぽくもないです。で、ここが音声出力ですね。モニターアウト。今回ね、このスピーカーの LR を使って配線しようかなと思ってます。こっちの RCA はね、なんかボリュームが効かないらしいよ。モニターのボリュームこっちにあるけど、カメラへの音声出力のボリュームですね。ここは、こっちしか効かないみたい。こっちだと効かないみたいですね、ボリュームが。なのでこっちを使います。2番は使わないかな。あと AUX はね、BGM 流すのに使ってもいいかなと思ってます。パソコンでもできるんだけど、OBS の設定でできるんだけど、どうしてもめんどくさいんで、もうここでオーディオプレイヤーつないで、もう物理的にここに音楽入れちゃった方が楽かなと思ってます。あとここ3段階切り替えができて、ドライチャンネル1、2、インプットミックス、ループバック。ループバック生配信用ですね。パソコンの音を一回こっちに持ってきて、で、マイクなり楽器の音を乗せてまた戻すみたいな、そんな機能ですね。ここは、ここに入れたギターの音のボリュームですね。こっちなんだろう。パソコン向けの音量？よくわかんないけど。ループバックでこっちに来る音の量かな。なんかそんな気がする。違ったらコメントで指摘してください。音のレベルのインジケーターですね。細かいことはね、ちょっといろいろあって、マイク入力とマイク入力違うの？一緒なの？とかね。どっちなんでしょうね。とりあえずやってみるか。結局ここのヘッドセット用のマイク入力とここのマイク入力が一緒かどうかっていうのは書いてないね。あとこれはやっぱりループバックで入ってくる音の音量みたい。いいや、とりあえずやってみよう。はい、まずはこことここにつなぐカメラへの音声出力ケーブルですね。これ2本作っていきます。で、使う端子はノイトリックのフォン端子。カメラ側はミニプラグの L 型ですね。両方とも L 型買いました。で、ケーブルの長さはね、2メートルと 2.5 メートルのケーブルを作っていきます。まずフォン端子の方からやっていこうか。お兄さん、この端子初めてだね。すごっ。金属ケースですね。スライドだ。で、最後これをクックックッと回していくんだね。結構ごついケーブルになりそうですね。なんかね、3箇所あるよね。1、2、3箇所。どこに繋がってんの？こことここは何？両方繋ぐの？どうすればいい？ここにハンダ付けする感じじゃないよね。多分こっちは使わない。こっち使うんじゃないかな。ケーブルの太さはちょうどいいね。とりあえずこっちでハンダします。お兄さん的にはこっちにもハンダしたいんだけどな。めっちゃぎっちりだね。アルミ箔のシールドですね。
で、これが、接触してるシールドワイヤー。2芯プラスシールド線ですね。で、赤を新線に使って、黒をマイナスに使います。でね、音声の上流側は、このシールドワイヤーを接続します。そんな配線にします。結構難しいね。どうやってやろうか。直で行ってみるか。うまくできるかな。ちょっと心配。硬いね。で、ハンダ付けしちゃおう。はい、まず予備ハンダやっていきます。この中にね、ハンダを溶かし込みたいですね。うん。OK。こんな感じですね。根元はすぐにもうここに接触させてます。こっち上流側なんで、シールド線も一緒にハンダ付けしてあります。で、センターはここ、中に結構広くハンダ入れてくっつけてあります。これで大丈夫でしょう。このプラスチックがすごいんだよ。最後下から締め上げるでしょ。そうするとこれがギューってチャックになってて締めるっていうね。なかなか素敵な設計になってますよ。こんな状態ですね。うん、ついた。うん。固定されてますね。これでプラグ完成ですね。結構重い。で、今度こっち側、ミニプラグつけていきます。あ、やり方書いてあるわ。被覆は 3mm 向いてねって。アースワイヤーは 4mm。被覆を向く量全体は 9mm って言ってるね。これね、L 型なんで結構キツキツなんですよ。なので説明書通りに作ろうと思います。お兄さん前に作ったことあります。ケーブルがね、細いんですよね。お、入る入る。ぴったり、ぴったり。うん、一応ギリギリ。でね、音声はモノラルで入れるんで、このセンターピンとリングは両方とも赤線を繋いじゃいます。で、この根元に黒。こっちはね、シールド配線なしにします。こっちのアースは切っちゃいます。違うな。で、分かりづらいんですが、先端と2段目にこの赤をつなぎたいんですね。こことここ、両方ともつなぎたいんですよ。で、これが絶縁カバーなんですけど、この真ん中の出っ張りがここに入るんですね。なので、それを避けられるように、こいつを配線します。こんな感じかな。ちょっとぐねんぐねんになってますけど。こんな感じでどうでしょう。ちょっと見えづらいんですけど、多分大丈夫。上から見るとちょうどここに谷があります。で、こことここがハンダ付けされてます。でも入んないかな。もうちょいだね。こっち少し切っちゃいましょう。入った入った。これで、多分こうだね。ここがチャックになってます。これだとね、ケーブル太いんで使えないかもしんない。あ、そうだね。書いてありました。マックスケーブル 4.5mm だとこっちの下の方取れって書いてあるわ。to break away 3.2mm よりでかかったらこれ取れって言ってるわ。取っていいらしい。こっちだけでチャックになるってことかな。これでこれがギュッと押されると。お、閉まってきてる。こんな感じですね。かっこいい。
少し隙間空いてるね。こんなもん？まあこれ以上変わらないね。もうちょっと強く締めてみるね。強く締めると多少締まるな。こんなもんですね。完成です。もうワンセットフォンプラグのケーブルと、あと両方ともミニプラグのケーブルね。AUX 用のケーブル、これはハンダタイムだな。OK。はい、皆さんお疲れ様でした。必要なケーブル作れました。で、作った感想としてはね、やっぱノイトリックの端子の方がいいね。全然違う。でリアンの方も悪くないんだけど、やっぱりノイトリックの方がきっちりしてる。ケーブルをね、かしめなくていいっていうのがすごく特徴的だと思います。配線に無理がかからない。で、リアンの方はかしめないといけないんで、それが一般的なんだけどね、このかしめがちょっと嫌ですね。一応使ったプラグは、この L 型のミニプラグが NTP3RC-B で、こっちの本プラグが NP2RX-B ってやつですね。あ、ここに書いてありますね。メイドインリヒテンシュタイン。で、こっちのストレートのミニプラグは NYS231BG ってやつですね。一応これもノイトリックなんですけど、こっちはメイドインチャイナじゃないかな。値段は大して変わりません。どうせ買うならノイトリックの方をお勧めします。早速繋いでみましょうか。まず電源ね。こっちの 5V DC ってやつ。マイクロ USB ですね。で、パソコンと繋ぐときはこっちの USB の B ですね。で、なんかね、両方繋いでも大丈夫らしい。こっちの 5V 繋がってるときは、こっちから電源取って、パソコンからは電源取らないらしいです。ついたね。とりあえず電源は入る。ちょっとここから音声乱れます。マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト。こんな感じだね。レベルメーターで見るとこんな感じ。ちょびっと上げてるだけだね。これで今撮影してる上カメラに音声がいってます。ただね、この原因はもうほぼマックス。メモリが10まであるけど 9.5 ぐらいまで上げてあります。で、ボリュームも全開。で、モニターアウトのここのボリュームが、ここのボリュームになってるんだけど、これも10まであって 0.5 ぐらいですね。
ここのピークが光るぐらいまで上げるみたいな、そういうやつみたいなんだけど、光んないですもんね。あとね、触ると相当ノイズが入ってるっぽい。触るだけで音信号入るから、そんな感じ。ノイズとかどうだろうね。あとちょっと実験ね。これで変換して、こっちに入れてみよう。変わるのかどうか。ダメみたいですね。反応しなかったです。このワイヤレスで試してもしょうがないっちゃしょうがないんだけど、このワイヤレスマイクって、このケーブルあるじゃないですか。これが抵抗入りケーブルなんですよ。ここに今繋がってるんですけど、ここに直接イヤホン挿しても聞けるようになってるんですよ。なので結構パワーがあって、で、これがなんか400オームぐらい抵抗入ってるケーブルなんですね。なので、これを通さずに、これで直で繋ぐとどうなるのか、ちょっと一回試してみるね。うるさいかもしんない。マイクテスト。マイクテスト。マイクテスト。多分録音できてるんじゃないかな。やっぱりね、抵抗なしの普通のケーブルにつなぎ替えると、ゲインはね、3ぐらいまで下げてますね。で、このフェダーも 75% ぐらい。このモニター出力のボリュームはさっきと変わらず 0.5 ぐらいですね。こっちの方が健全なのかもしれない。ゲイン下げて使うっていう。もしくはこの PAD っていうボタンを押してもいいかもしれないね。内部でゲイン下げるみたいだけどね。変換してもこっちでは使えなかったね。なんかステレオ使えるっぽかったけど、バランスマイク用なのかもしれないね。ちょっとね、よくわからない。マイクはお兄さん本当にわからないんで。はい、そんな感じです。ちょっとね、ノイズの感じとか編集しながらその辺は見ていきたいと思います。はい、ということで今回はヤマハの AG03 オーディオインターフェース実際に使ってみました。で、さっきの録画データ確認したんだけど、ノイズレベルはね、そんなに変わんない気がするね。どっちのケーブルで繋いでもね。やっぱりここの端子触るとノイズ入ってたね。なのでこのヘッドセットのマイク入力はちょっと弱いのかもしれない。今の録音もね、ここから入れてます。ワイヤレスはここにあるからね。使った感じ、ノイズレベルが大きいとか、なんか出力が弱いとか、そういったのは感じなかったですね。とりあえず普通に使えてる。まあ、ただ、本来ワイヤレスマイクで使うものじゃないと思うんでね。一応こちら用意してますんで、この動画編集したら、次はマイクの比較の方をやってみたいと思います。ちょっと面白いマイク買ったんで。あとね、ヘッドホンで、ここでモニタリングできるんで、それね、結構便利。実際どんな声かなって聞けますね。で、声もね、あまり遅延感じないんですよ。ほぼほぼ遅延がなくていい感じです。生配信の時とかね、実際どんな音が流れてるのか確認できるっていうのは強いかと思います。はい、ということで、本日はこちら、宇治抹茶あん入り冷やしくずまんじゅう。まんにもいろいろありますよね。やりだったりね、揚げだったりね。今日はくずです。はい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 。おー、スライムみたい。ほら、こんな感じ。スライム感がすごい。いただきます。これはね、なんか臭いな。変な匂いがする。なんか油っぽい匂いがする。ちょっとよくわかんないけど、この周りのクズがね、なんか古いミシンの匂いがする。中に入ってる抹茶が超本格派で、あんま好きじゃない。なんかすげえ本格的な抹茶が、すげえ濃厚なのよ。もう毎回言ってますけど、お兄さんはキットカットの抹茶味が好きなの。本格抹茶はね、なんかちょっと最近特に好きじゃなくなってきた。なんか鼻から抜ける香りが機械油だね。ちょっときついですね。抹茶が超濃厚。このなんか油臭さを感じるのはお兄さんだけかもしれないんで、ちょっと避けますけど、濃厚な本格抹茶が好きな人は好きだと思います。なんかこの周りのクズが、なんか油の匂いがするんだよな。機械系の油の匂いがする。わかんない。ちょっと気持ち悪かった。まあおすすめはしないが、確認したい人は食べてみて、でコメントに書いて、そんな味しなかったよとか、そんな味したよとか。いや、スイーツでね、こんな臭い匂いを感じるってないんで、お兄さんの鼻がおかしい可能性もあります。製造者わらびや日用デザート工場。カロリー123キロカロリーですね。お値段税込み151円。ちょっと高えな。はい、ごちそうさまでした。はい、ということで、熊五郎お兄さんの出会いでは、普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタン、あと最新動画通知来ますので、通知ボタンをオンにしといてください。なんかね、コメントで通知が鬱陶しいから通知オフにしてますっていう方いらっしゃったんだけど、YouTube 自体の通知とチャンネル登録の通知は多分別だよ。お兄さんアプリ系の通知全部切ってるんだけど、別にチャンネル登録してても別に通知来ないから多分そこは大丈夫だと思う。で、次の動画でマイクの検証をやって、その後実際生配信で使ってみます。AG03、期待してるぞ。それじゃあまた熊五郎兄さんでした。
バイバイ。